おや、おはようプロデューサー。それはみんなの頑張りの結晶だね。と、これはああ、すまない。懐かしくてついね。私にもこんな頃があったんだね。プロデューサー、この雑誌は倉庫にしまうのだろ。私も手伝うよ。おや、わからないのかい？あなたと少しでも一緒にいたいという乙女心さ。ほら行こう。そちらの山を任せてもいいかな。早く片付けて仕事の話をしようじゃないか。グラッド、実はとても楽しみにしているんだ。そうかい？私を信じて出してもらえるオファーももちろん大切にしているけれど、自らの手で新しい未来の可能性をつかむオーディションも面白いものだと思っているよ。それがファンのみんなに見られながらのものならなおさらだ。きっと私も気づいていないような私の新しい面を見つけてもらえるだろうからね。あの頃とは違うから。何でもないよプロデューサー、忘れてくれ。さあ、未来は待ってくれない。だからこれからの話をしようプロデューサー。うまかー。こん魚パリうまかー。濃厚でとろけて芳醇で味の宝箱って感じ。味の宝箱とは何ぞやというと、はい、さくやん。みんなの笑顔という市場の宝物を生み出す、そんな素晴らしい品ということかな。お疲れ様です。おっと、驚かせてしまったかな。ただいまプロデューサー。ああ、それは私たち宛てのファンレターかな。ありがとう。アイドルをやってて最も嬉しい瞬間だよ。おや、プロデューサー、その手紙は。ごまかさないのはあなたらしいね。その封筒に覚えがあったんだ。私がモデルだった頃、よく手紙をくれた子がいつも使っていたものだったから。あなたが理由もなく手紙を避けるわけがないことは分かっている。あなたはプロデューサーとしてやるべき仕事をしただけだ。けれど、それを理解した上で一つわがままを言いたい。その手紙を読ませてほしい。お願いだ、プロデューサー。ありがとう。
モデルの頃の咲夜様に戻ってほしいですか。確かに今の私はあの頃と随分違った印象になっているね。可愛い衣装を着てライブをしたり、今日なんて漁村に突撃食レポがオンエアされたところだ。ありがとう。もう一つ重ねて。ありがとう、プロデューサー。私がこうなると分かっていたから手紙を隠してくれたんだろ。確かにずっと素敵な手紙をくれていた子だからショックがないとは決して言えない。でも大丈夫。私は大丈夫だよ、プロデューサー。モデルを辞めたのもアイドルになったのも、そしてここにいることも全部私が決めた道なんだから。そんなシチュエーションではオフの私たちを見せるだけになりそうだ。そうだね。それは楽しそう。ああ、すまない。ぼーっとしてしまってたよ。仕事の話の途中にほうけるなんてよくないね。ピンピンしているさ。今からライブだってやれるくらいだよ。それはそのああ、そうだよ。この企画とても魅力的なものだと思う。小金たちと一緒に女子会なんて楽しいに決まっている。アンティーカのファンも喜んでくれるとそう確信しているよ。だからこの仕事を受けたくないわけではないんだ。でももしこの仕事をしている私を見たらあの子はどう思うだろうか。ついそんなことを考えてしまう。そんなことはないさ。ただ優柔不断なだけだ。優柔不断でわがままで手に入れたものを一つもこぼしたくないんだ。道は続いていると思っていた。例えば大きく環境が変わることがあったとしても、それまでの私とそれからの私は変わることなどなくて、私が今の私なのはこれまでの生の積み重ねだから、何かがどこかでブツンと途切れるだなんて思ってもけれど切ったのは私なんだ。彼女と私をつないでいたモデルとしての白瀬咲夜。それを切り捨てたのは他ならぬ私自身さ。だから私には干渉に浸る権利なんてない。オファーの件もちろん受けてくれて構わないよ。よろしく頼むよ、プロデューサー。道混んでるね。
おや、プロデューサー、ずいぶん驚いた顔をしているね。ああ、今日はあなたに話が。この雑誌の中の私はどうだった？ありがとう。求められるものか。そうだね。モデルだった頃の私はこういったイメージを求められることが多かった。ほとんどだったかな。オーディションなんてアイドルになるまであまり受けなかったよ。私に求められるイメージはいつも似ていて、新しいイメージを得るために挑戦することもなかったから。それでもずっと仕事をもらえていたのはモデルの頃の事務所に感謝しないといけないね。ああ、もちろん悪いものではなかったんだ。私のことを好きになってくれるのは嬉しいことだし、モデルにならなければ生まれなかったつながりは山ほどある。あの頃の私を決して否定したくはないんだけれど、やはり私はそれだけでは寂しかった。私はもっと気安く接してほしい。みんなと一緒に普通に笑っている方が楽しいんだ。あなたに出会ったのはそんな時だった。ああ、あの時も雑誌の撮影をしていただろ。もちろんいつも求められるような雰囲気でいたはずだよ。だけどあなたは私をアイドルとしてスカウトした。驚いたなんてものじゃない。アイドルなんて可愛い女の子だけがなれるものと思っていたし、私を見てその素質があるなんて冗談でも言っているのかと戸惑ったくらいだ。それは嬉しい言葉だ。私も変われるかもと、あなたの言葉にそう思ったんだ。近寄りがたい存在の咲夜様から親しみやすい白瀬咲夜に変われるかもと。そしてあなたは本当に魔法使いだった。私の人生を大きく変えてくれたんだ。小金に、真耳に、ゆいかに、キリコに、事務所のみんなに、そしてファンのみんなに、あなたは出会わせてくれた。本当に涙が出るほど嬉しくて、私はかつての私を、そしてかつての私を好きでいてくれた人を捨てたのだということに気づいてなかった。理解していたつもりだったんだ。私はモデルを辞めるのだと、私はもうアイドルなのだと。けどきっと本当の意味では何も理解できていなかった。だって道は続いているものだと思っていたから。モデルでもアイドルでも私は変わらない白瀬咲夜なのだと。私が白瀬咲夜である限り本質のところは何も変わらないのだと。だけど私は何をすべきかわからなくなった。何をすれば誰も悲しませないのか、すべての人を喜ばせることができるのか。私の
それはつまりまたモデルを？ううん、もういいんだ。だからこれからの私たちの話をしよう。私の？でも私は。ううん、もういいんだ。だからこれからの私たちの話をしよう。私だけに？それは。ううん、もういいんだ。だからこれからの私たちの話をしよう。アニマルバラエティワンニャンパーク。こんにちは、リポーターのしらせです。今日はこちらの山内さん宅にお邪魔しています。ここに住むワンちゃんにはあるすごい特技があるようで、早速お邪魔してみましょう。ありがとう。台本だけでも面白かったよ。アクションシーンや銃撃戦も楽しみだ。ん？心配ご無用だよ。気遣ってくれてありがとう。あなたにお礼を言うべきことはまだあるか。私に来る仕事をすべて受けてくれてありがとう。私に無理がないようスケジュールを組むのにかなり難儀しているのではないかな。それならウィンウィンかな。戻ることはできないんだ。私はもうあの頃の私に戻れない。私はアイドルを、アンティーカを、あなたを知ってしまったから。だから私はもう戻ることはできない。私の選択はいつも最良だよ。私はいつも最良の選択をしてここにいる。誰もが瞬間ごとの最良を選び続けて、そうして私たちは出会った。そう思って生きている。生きていきたいと思っている。アイドルになってからもらう言葉の種類が増えた。かっこいい、綺麗、かわいい、素敵、面白い面白いだなんてアイドルになる前の私では到底もらえなかった言葉だ。おや、あなたにも笑いを提供できているということか。それは素晴らしいことだ。私を好きになってくれた人たちはとても嬉しい言葉を私にくれた。私はわがままだからね。
その中でどれかだけを選ぶなんてことはできないんだ。だから私はその全てに応える私でいたい。かっこいいでも、綺麗でも、かわいいでも、素敵でも、面白いでも、人が私に求めるもの全てに私は応えよう。そう思うんだ。これは綺麗事だよ。私にとって最良でも、これが正解ではないとは分かっている。あの子が求めた形がこれでないことも理解している。そもそもこんなやり方がいつまでも続けられるわけがない。そう分かっているよ。だからこれは誰のためでもなくて、私の自己満足に過ぎないんだ。すまないね、そんなものに付き合わせてしまって。え？あ、そうだね。プロデューサー。お疲れ様、プロデューサー。ああ、了解したよ。こちらこそ時間に余裕を持てなくてすまないね。ありがとう。そんなご褒美があればいつも以上の気合が入ってしまうな。彼女からのものは。そうか、ありがとう。まあ都合が良すぎるだろうね。彼女の願いに何も応えられていないのに、また手紙を送ってきてほしいと思うなんて。もう私のことは視界の隅にすら入ってないかもしれない。彼女の心を満たすものはもう別の何かかもしれない。そうであるべきなんだ。彼女を裏切った私のことなど忘れて。けれどもし叶うならば、いつか偶然でも構わない。あの子がまた私を目にし、その時の私が彼女の望むものであったなら、その時はまたなんて夢物語もいいところだね。道、今日も混んでいるね。それならその道を使ってみたいな。間に合いそうならどうだろう。道は一つではないんだ。いろんな道を進むのもまた楽しいよ。どんな道を選んでもきっと最後は望む場所にたどり着ける。私の選択はきっと最良だよ。それはきっとあなたがさて、話してばかりもいられないね。目を通す資料はこれかな。うん。
そんなの聞くまでもない。どちらも受けるよ、プロデューサー。